どうも、小型水槽大好きカブラです。おはようございます。今日はみんな大好き小型水槽から、この非常にカラフルに彩られた20センチ水槽を紹介します。観葉植物にはなかなか見られない真っ赤な色の草が生えてます。こういう色の水草が生える水槽を観葉植物が置いてある部屋に1個置いたら素敵だと思いませんか？部屋の中に緑が茂る中、めちゃめちゃ赤が映えるんですよね。こう一点ですよ。この水槽、例によって絶賛放置水槽です。前回の動画で6ヶ月放置している陰性水草水槽を紹介させていただきました。今回紹介する小型水槽も特に難しい管理をせず、8ヶ月間管理できているので、放置型水槽の仲間入りということでよろしいでしょうか？ありがとうございます。もちろん20センチという超小型の水槽ですから、60センチ水槽みたいに手放しで放置とまではいきません。また陰性水草と違って有形草を育てているわけですから、最低限トリミングなどは必要になってきます。他にもそれなりに世話してますよ。足し水とかね。ということで今回はこの管理が楽な小型水槽の立ち上げから具体的な管理方法までを振り返ります。また、綺麗な水草水槽を維持するための重要なポイントを徹底解説しながら、現在の様子を観察していきます。これ一本見ればこの小型水槽のことを理解していただけると思います。この小型水槽は立ち上げてから8ヶ月間、判断に迷うこともあり、それなりに苦労しました。でも大丈夫です。なぜ苦労したのか、何をしたから苦労したのか、すでに分析は完了しております。そしてこの動画ではその分析結果を解説しています。そこを真似しなければ楽に管理できますので大丈夫です。この動画を見終わった皆さんは明日、ホームセンターの水槽コーナーで20センチキューブ水槽を買っていることでしょう。市場に出ている20センチキューブ水槽は何種類かあります。20センチキューブ水槽同士の比較動画も以前に載せていますので、よかったら参考にしてください。改めまして、いつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは、忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。それでは水槽の立ち上げから振り返っていきます。水草水槽の立ち上げは大きく分けて8個に分けられます。ということで最初はこの項目の中の水槽を選んで土を入れてレイアウトして水を入れてポンプで循環してライトを照らして CO2 ガスを点火するというところまでを一気に振り返っていきます。全部やないかいというツッコミ待ちです。今回の動画は立ち上げた後の話がメインになるので、セットアップは一気に振り返っていきます。こちら、今年の2月の映像です。この水槽は今年のバレンタインの日に立ち上げました。バレンタインの日に何やってんの？街に出てデートじゃないの？これが私のリア充です。文句ある？この冬に小型水槽をたくさん買いました。15センチや25センチの水槽がある中で、選んだ水槽は寿のクリスタルキューブ200です。この20センチの正方形にしかない魅力があります。レイアウトもそれなりにできるし、掃除もしやすいです。適度に大きくて、小型感が適度にある。そして正方形という形の美しさ。これ以上語ると趣旨が変わってしまうので控えておきます。この寿の20センチキューブ水槽は、値段と綺麗さが見合ってないです。いい意味ですよ。本当に綺麗なんですよ。1000円ちょっとでこれが手に入る日本って、本当にどうなってるの？安すぎるでしょ。そして作ったレイアウトがこちらです。白っぽいカルシウム成分がついている石を使ってます。流れ石という石です。高度が上がる作用があります。かっこいい石で荒々しいテイストですよね。これを山に見立てて、手前が草原、
奥がカラフルな水草たちでレイアウトしていきます。草原の部分にニューラージパールグラスという高度が少しあった方がきれいに育つと言われている草を植えました。これを育てるために水の高度、カルシウム成分を上げておこうということで、この流れ石を使いました。他の水草の種類は後でまとめて紹介します。小型の水草水槽を作る上で、とても大事な定床作りをしていきます。この土次第で水槽の運命は変わると言っても過言じゃないです。使ったソイルは3種類です。一番下に敷いたのは栄養たっぷりのネイチャーソイルです。真ん中の層は中古のソイルで栄養がある程度なくなったものです。以前水槽をリセットした時に出たゴミのソイルを乾かして保存しておいたものを使っています。一番上が水をきれいにしてくれるサプリソイルスーパーパウダーを使っています。中古のソイルを真ん中にサンドイッチしているのは私なりのこだわりなので、初めて立ち上げる方は真似しなくていいと思います。私はよく定床を2層や3層に分けてレイアウトします。観葉植物と一緒です。層を分けて土を使うと草の根っこが丈夫になったり、水はけが良くなったりしますよね。それと同じです。水と直接触れる一番上の層には、水をきれいに保ってくれるサプリソイルを入れてます。サプリソイルは水草の栄養吸収を助けてくれるフルボ酸が入ったソイルで、栄養分を水草が吸収しやすいように分解してくれるという作用があります。水草の成長のブースト剤です。そして根が伸びると一番下の栄養系ソイルのネイチャーソイルから栄養を吸収できるような作りになっています。一番上にスーパーパウダーという一番粒の小さなソイルを使うと水草が格段に植えやすくなります。ここではニューラージパールグラスを植えています。一番上にノーマルサイズのソイルを使うと本当に植え込みが大変です。以前立ち上げた90センチスリム水槽でも同じようにニューラージパールグラスを植えています。この水槽ではノーマルソイルを使っていたので、すぐに水草が浮いてしまってなかなか苦労しています。皆さんも苦労すると思うので、スーパーパウダーのソイルがおすすめです。前回の動画のように、定床の一番下に溶岩砂利を敷くと水がきれいに保てる効果があるんですが、20センチキューブ水槽でそれをやってしまうと、土の層が熱くなってしまいます。そうすると入れられる水の量が減ってしまうので、今回は控えました。有形層にとって栄養のある土をできるだけ入れておいてあげたいので、今回は溶岩石を敷くスペースは割愛しました。使った水草はロタラレディッシュ、ロタラハラ、プロソレペナカパルストリス、ルドビジアトリコロール、ロタラロトンディフォリアコロラタといった赤くなる系の水草の代表格を入れておきました。どれも同じくらいの香料で管理できる水草です。手前にはブセファランドラやアヌビアスナナプチといった小型の陰性水草を植えました。こちらはあまり光の強さが必要ない草たちです。陰性水草はダイソーで売ってるゼリー状のセメダインを使って小さな石に固定しました。石の上に接着剤のゼリーを垂らして、そのまま陰性水草の茎を接着しました。水に濡れると硬化するので、小さな植物をつけるときにいいですよ。使った水は他の水槽から持ってきたやつです。だいぶ熟成された育成水なんで、早めに水槽が立ち上がって苔もあまり出ないかなということで使ってます。私はもともと水槽を持ってるので、飼育水を使って立ち上げを早くしてます。初めて立ち上げる方はバケツに水道水を張って1日放置しておくといいです。カルキ抜きを使わなくても塩素が飛んでくれるのでおすすめです。特に冬場の時期に立ち上げると水道水とても冷たいので、部屋の温度まで上げておくといいです。水槽を買った時についてくる水をきれいにするバクテリア剤があれば最高ですね。フィルターは小型の外掛けフィルターです。今流行りの USB タイプですね。流量も1時間に250リットルあるフィルターです。ただこれは無負荷の理論値なので、メッシュフィルターを入れると少し流量は落ちます。露材はキャビティプロを6個くらい入れて、デフォルトで付属しているメッシュフィルターを上からかぶせて終わりです。
ライトはアクアフレア UVA ミニ 9RGB です。ウィークアクアの調光とタイマー機能がついた RGB プラス UVA の4色調光ができるライトです。ライトは水面から10センチに設置しました。水草が伸びてきて水深3センチくらいのところで水草の頭頂部が赤くなるように光の強さを設定します。水深3センチの高さで PPFD が70くらいになるように調光設定しています。実際の調光は緑強めの設定にしています。総出力は 82% です。トータルで10時間点灯していますが、朝の点灯開始から2時間と夜の消灯までの2時間は5段階で自動的に出力 82% を目指してくれる自動日の入り日の出機能を使ってます。なので実質 82% 出力をしているのは1日のうち6時間だけです。光の設定はこんな感じにしました。CO2 は化学反応式ボンベを使ってます。ZRDR の CO2 ジェネレーター X1 リットルフルセットです。こういう水草たちを簡単に赤く彩らせるには二酸化炭素の添加はした方が楽ですよ。二酸化炭素を添加しないで赤くする方法もありますけど、初めてだとちょっと難しいです。二酸化炭素を添加する方法は簡単なもので4種類あります。イースト菌を使う発酵式や、クエン酸と重曹を使う化学反応式、小型の CO2 ボンベを使う方法、大型のボンベを使う方法があります。今回は小型水槽ということで、長い間放置したいし、メンテナンスとかできるだけしたくないので、ある程度長く管理できて、移動も楽で費用もあまりかからない化学反応式ボンベを使いました。この CO2 ジェネレーター X1 リットルタイプのフルセットは CO2 添加に必要な道具が揃ってます。ディフューザーとか逆流防止弁とかバブルカウンターとかタイマー管理で必須の電磁弁とかがセットになってます。私はこのボンベの中にアイスクリーム屋さんで手に入れたドライアイスを投入しています。なので実質無料でガスの補充をしています。皆さんはちゃんとダイソーとかで重曹とクエン酸を手に入れて化学反応させてから使ってください。CO2 機材のセットアップとして重要なのは水槽内に入れる泡の出るディフューザーのできるだけ近くに逆止弁を置くことです。これが非常に重要です。CO2 添加しているとどうしても水が逆流してきます。それを抑えるのが逆止弁の役割です。逆止弁がないと装置に水が入ってきて電磁弁の故障を招きます。それとチューブはできるだけ短く管理した方がいいです。チューブが長ければ長いほど CO2 のガス添加開始に時間がかかったり、電磁弁がオフになってもなかなかガスが止まらなかったりします。なのでできるだけルートは短い方がいいです。そしてバブルカウンターです。バブルカウンターは水を満帆に入れない方がいいです。だいたい分量としては 60% ぐらいが理想的です。この水槽には点火量8秒1滴程度にしています。使用時間はだいたい8時間です。ライトの点灯開始と同時に CO2 を点火させ、ライトが消灯する1時間前くらいに CO2 の点火をやめています。たくさんのドライアイスを充填したので、この使用量なら1年間は持ちそうですね。バブルカウンターを見ながら1秒に1滴や2滴といった調整を皆さんすると思いますが、この調整をした後に結構そのままの方多いと思うんですよ。どういうことかというと、別にそのままでも問題ないのですが、このバブルカウンターに入れた水っていつの間にか減ってることはありませんか？この中の水が電磁弁の方に逆流することってあるんですよ。そうすると電磁弁の接点に水滴がついて乾燥すると炭酸カルシウムが付着します。そうなると電磁弁の接点不良が起きます。CO2 のガス添加が止まらないといった症状が出ます。なので放置して水槽管理したい方はある程度バブルカウンターで設定し終わったらバブルカウンターは取ってしまった方がいいです。ディフューザーから出る泡の量だけ見て調整していくといいです。CO2 の添加量の調整ってだいたい数日かかります。
上げたり下げたりしてもすぐに反応しないものなので、微妙な量の調整は本当に時間がかかります。今日調整して明日様子見ると微妙に添加量が変わっていたりもします。なので数日かけて添加量が安定して決まったら、バブルカウンターは取っちゃった方が機材は長持ちします。私はほとんどの添加装置のバブルカウンターを取っ払ってます。6分岐とかの複数分岐をしているものはついてますけどね。2分岐とか分岐なしで管理しているものはバブルカウンターを取り外してます。ディフューザーから出る実際の量を見て観察して調整しています。補助として立ち上げ時からオゾン発生器を使ってます。オゾン発生器は紫外線殺菌灯のような苔の発生や病原菌に効果があります。ですが紫外線殺菌灯ほど強いものではありません。いいバクテリアの繁殖を残しながらゆっくりと効いていくイメージです。苔の増殖も抑える効果があります。ですが、すでに生えている苔を枯らす効果はありません。苔取り生態の力を借りながら少しずつ水をきれいにしていく効果があります。つまりエビなどのデリケートな生態に影響なく効果を得られるというものになっています。オゾン発生器を導入時に使用する場合は、立ち上げてから3日から5日の間に導入します。ある程度いいバクテリアを繁殖させてから導入をした方が効果的に作用します。タッチパネル式なので設定を入力すると泡が定期的に出ます。設定は一番低くしています。設定の水量や TDS の量を上げると泡が出る時間が増えます。小型水槽なので一番低い設定で十分です。こんな感じのセットアップを行いました。さて、ここから水槽の放置が始まります。実はこの小型水槽の一番重要な部分はここからです。結局放置できるほど安定するまでにある程度手間がかかってます。その手間がどんな手間だったのかを解説していますのでぜひ見てください。まずは現在の立ち上げから8ヶ月後の様子を先にお見せします。こちらが8ヶ月後の様子です。いい感じに綺麗に水草が生え揃ってくれてます。目立った苔も見当たらないので状態は良さそうです。現在水替えはせず足し水だけで管理しています。液肥添加もしてません。ソイルの栄養だけで水草は育っています。エビを数匹飼っているので低床の掃除がてら足し水の時に手前の汚れを水流で吹き飛ばしています。CO2 は変わらず8秒に1滴ですね。水槽を置く場所を変えた都合上 CO2 を他の小型水槽にも供給したかったので2分岐できるパーツを取り付けてます。2分岐で使用中ですが8ヶ月経った今もなお同じボンベを使ってます。本当にドライアイスだけで1年持ちそうですね。エアレーションを24時間やってます。これはエビが窒息しないようにリスクヘッジで行ってます。あと、水流が悪くなりそうな場所に置くことで水の流れを作る役割があります。ライトは出力 83% のまま変えてません。餌はあまり水の汚れない餌を使ってます。動物性タンパク質が含まれない餌です。4日に1回くらいあげてます。あと5日に1回くらいタンパク質を含む沼エビの餌をあげてます。オゾン発生器のブレードは炭酸カルシウムが付着するので2、3週間に1回くらい酸洗浄をしています。おそらく石組みレイアウトでカルシウム成分がよく溶け出す石を入れているせいだと思います。たった3週間程度でオゾン発生器のブレードが目詰まりするのは今回初めて見ました。こうなると泡が出ないので酸洗浄が必要です。石組みではない流木中心のレイアウト水槽ではこの酸洗浄ほとんど行いません。3ヶ月に1回くらいかな。クエン酸が一応メーカー推奨の薬剤なんですが、私は短時間でささっと洗浄したいので、サンポールを使います。ジャッとかけて、少し水で薄めて5分くらい放置します。そうするとブレードが綺麗になっているので、よーく水洗いして元に戻します。日常の管理と頻度はこんなもんですね。水草も見ていきましょう。ロタラレディッシュはものすごく赤く育ってくれました。ルドベジアニードルリーフも赤く綺麗に生えてます。根元の方まで枯れずに生えているので状態が良さそうです。
プロセルピナかパルストリスは見当たりませんね。ありました。他の水草に埋もれてます。本来なら頭頂部が赤くなるんですが、埋もれて光が当たらないので緑色です。最初に植えたルドビジアトリコロールは、立ち上げ早々に取り出してしまいました。非常に根を張り、大きく育つ水草なので、小型水槽で育てるには難易度が高すぎました。そのため、後継草は全部で3種類に変更しています。ロタラレディッシュとルドビジアニードルリーフとプロセルピナカパリストリスですね。水草はトリミング兼植え替えを8ヶ月間に一度だけしました。手前にはブセファランドラとアナビアスナナプチ、ニューラージパールグラス、ワンポイントでコブラガラスの小株を植えてます。ニューラージパールグラスとコブラガラスは光の量が少ないと葉っぱが小さく小型水槽向けに成長してくれるので前傾性にとってもいいですね。本来なら CO2 をたくさん出して光も強く当てれば1ヶ月でトリミングするくらいぐんぐん成長します。この水槽はブセファランドラに苔が生えないような香料に合わせているのでニューラージパールグラスも成長が遅いです。立ち上げてから8ヶ月間一度もトリミングしていません。こんな感じで成長が遅いのでトリミング頻度も数ヶ月に1回 CO2 添加しながらエアレーションを24時間しつつ適度にエビに餌を与え水が減ったら足し水をするといった管理をしています。割と楽じゃないですか。ただ次のいくつかのことをしなければもっと楽に管理できたと思います。やらなきゃよかったことその1、後継草はロタラレディッシュとルドビジアニードルリーフだけにして植えればよかったと。これに関してはプロセルピナカパルストリスやルドビジアトリコロールは成長が少しゆっくりで周りの影になってしまいました。影になった水草は成長を止めてしまうので成長速度の同じくらいな水草を入れるとトリミングが簡単に管理できたと思います。この映像は立ち上げて5ヶ月目の動画です。立ち上げた時より水草が伸びてます。それでも5ヶ月間でこの程度の伸びなのでかなりゆっくり育ってる方だと思います。この時水槽の場所を寝室から水槽のあるメインの部屋に移しました。さすがに5ヶ月放置はトリミングをサボりすぎてしまいました。適度に水草が水面についたあたりでトリミングするのが一番水草をきれいに維持できます。ロタラレディスとルドビジアニードルリーフが伸びすぎて他の水草をすべて飲み込んでしまいました。トリミングをしていくとプロセルピナカパルストリスが緑色の姿で現れました。結局水草の伸び方が合わないので成長の遅い水草は成長の早い水草に埋もれて飲まれてしまいました。もしパルストリスを植えるんであれば後継草ではなくて中継草として少し手前に植えた方がトリミングが楽そうでしたね。結局トリミングをサボりすぎたせいで草は伸びきってしまい一度すべての草をトリミングして植え直しをしました。この植え直しをしたおかげで今の安定した放置型水槽が出来上がっているわけです。やらなきゃよかったこと2つ目です。前傾層に使ったニューラージパールグラスは組織培養を使っておけばよかったです。家で水上育成していたものを使ったんですが、ところどころに青みどろが生えていたり、黄色く変色していたり、枯れかけたりするものを使っていたので、管理がとても大変になりました。水槽内に青みどろが発生するし、この時に発生した青みどろの退治にはかなり時間がかかりました。1ヶ月くらいかかりましたね。この映像は立ち上げから1ヶ月経った時の映像です。最初南沼エビ2匹しか入れていなかったせいか、苔がなかなか消えませんでした。まあこれは茶色い苔なので、ある程度放置しといても構わないんですが、こっちのフィルターについている苔の方が問題でした。これをよく見ると青みどろなんですよね。最初に使ったニューラージパールグラスについていた青みどろがここのフィルターの出口のところで繁殖したんだと思います。この時点で青みどろがついたニューラージパールグラスを入れてしまったことを後悔しています。一応洗ってから入れたとはいえ、洗い切れてなかったんでしょうね。めちゃめちゃ後悔しました。このフィルターはこの時に初めて掃除をしました。
立ち上げから1ヶ月程度経ちますが、中に南沼エビを2匹しか入れてません。それなのに、この程度しか茶苔が出ていないのは、やはりオゾン発生期のおかげかと思います。ただ、アオミドロは今繁殖していて、実際20センチキューブ水槽の中で一番繁殖していたのはソイルの上でした。ニューラジパールグラスにアオミドロが絡みつきながら成長していました。これがなかなか消えませんでしたね。アオミドロはオキシドールを3日に1回くらいスポイトで注入して消滅させました。1ヶ月くらいかかりましたね。何度やってもアオミドロが復活してくるので、それを根気強く退治してました。8ヶ月経った今は完全に消滅しているようです。やらなきゃよかったこと3つ目です。流れ石を多く使わなければよかったです。流れ石のような白い霜の入った石は水にカルシウム成分が溶け出すと言われてます。ニューラージパールグラスは少し高度があると成長するという話からこの石を選びました。結果的に想像よりカルシウム成分が多くなってしまいました。高度の低い水槽ではオゾン発生期の酸洗浄なんてめったにしないのに2、3週間でブレードにタンカルが付着してしまいます。これの洗浄頻度が他の水槽より高くなってしまいました。なので、この水槽の水を少し抜いて、既存の水槽の水を入れるというのを3日に1回くらいしてました。水道水をそのまま入れてしまうと、同じように高度の高い水を入れてしまうことになるので、あまり意味がないですからね。比較的高度の低い水槽から水を取って、この20センチキューブ水槽に補充をしていました。それをやっていた期間は、アオミドロを処理するためにオキシドールを添加している時期です。期間限定ですが1ヶ月くらいやってましたね。エビも飼っているので、ある程度ミネラル分はあった方がいいかなと思うので、ブレードの洗浄ぐらいは大したことないんで、それほど悪いことはなかったかなとは思います。また、ブレードに付着するってことは、水中からタンカルを外に出すことになるので、結果的に水槽内に有り余るカルシウム成分をオゾン発生器が減らしてくれているという役割もありそうです。実際に水質を測ってみると GH4、KH2、pH7.2 でした。これが今の8ヶ月目の状態です。いい方じゃないでしょうか。オゾン発生器がなければもう少し値としては高くなっていたかもしれません。オゾン発生器を持ってない人はカルシウム成分が溶け出す石はこれの半分くらいにしておいた方が放置管理にはいいかもしれません。小型水槽は石1個入れるだけで水質が変わったり、二酸化炭素の添加量によって生態が酸欠になったり、ちょっとの変化が大きな変化になります。ちょこっと青緑が入ってしまったばっかりに水槽全体に広がったりします。今回は最初は苦労しました。青緑が発生したことでオキシドールを添加しないといけなくなるし、成長の違う水草を入れていたことで育成に差が出てうまく育ってくれない草が出てきました。結局植え替えが必要になったりしましたね。またトリミングを5ヶ月もサボってしまったことで一度すべて切って植え替えをする羽目になりました。CO2 添加ではヤマトヌマエビを入れても酸欠でダメになってしまって、最終的にエアレーションを24時間行うことで改善しました。水槽の状態、水草の状態が上がってきたのは、このエアレーションを24時間するようになってからです。水槽内の水の流れが良くなったんでしょうね。今はガラス面に苔も生えずに、陰性水草に苔が生えることもなく、ちょうどいい光量で足し水のみで管理できてます。20センチの小型水槽は、ちょっと手を加えると大きくその反応が水槽全体に伝わります。その代わり、対処に対してのフィードバックも早いです。以前30センチキューブ水槽で発生した青ミドロ、その時よりも少ない手数で今回は退治できたと思います。あの30センチキューブ水槽の青ミドロ戦争は相当時間かかりましたからね。今回は割と楽な方でした。そんな小型水槽ですが、生態をあまり多く入れずに低めの光量でゆったりとCO2 添加をして楽しむ水槽ではあまり日常に変化は出ません。小型水槽こそあまり多くいじらずに維持することが大事だと思ってます。
こうやって落ち着いてしまえば、きれいな水槽を長い間維持することができます。水草の成長が遅ければ、土壌の栄養消費も少なくなって長持ちしますし、トリミング頻度も少なく済みますし、管理も簡単だし、いいこと尽くしです。それこそインテリアの一部として観葉植物を眺めるのと同じように、ただ水を足すだけで楽しめる水槽になります。この様子でしたら定期的にトリミングをして、まだまだ長く管理できそうですね。今後もこの水槽の様子を追っていきます。月日はあっという間に過ぎてしまうので、チャンネル登録してこの水槽がどうなっていくかを見逃さないでください。小型の水草水槽を放置管理するのは本当におすすめですよ。忙しい中でもこういう風にある程度楽をして水槽を管理すると、インテリアとして小型水槽を維持しやすいです。皆さんも20センチキューブ水槽始めましょう。